皆さん、こんばんは。キリンです。今日はですね、こちらのゲームで日本語を勉強していきたいと思います。実はこのゲームは私もやってみたんですけど、なるほどって思うことが多くて、とても勉強になったんですよね。どんなゲームかというと、なんとなく同じ意味かなって思う単語がたくさんあるんですね。例えば、ピラティスとヨガとか、栄養ドリンクとエナジードリンク。ね。よく考えてみると、実は少しずつ意味が違うものもあって、そういった違う部分、少し違う部分をクイズ形式で楽しく学べるゲームですね。紹介されている単語は日常生活でもよく聞く言葉ばかりです。で、今日はそういったね、言葉を一緒に楽しく確認していきましょう。はい。それでは、早速、1問目から見ていきますね。はい。じゃあ、まずは1つ目。美容室と理容室。これ見てみましょう。美容室と理容室は何が違うでしょう？1、イケメンが切ってくれるか。駐車場があるか。顔剃りができるか。お店がおしゃれか。難しい単語はこの3つ目の顔剃りという単語ですね。顔にあるもの、例えば男性はここのひげとかですね。ひげと、あとはここ眉毛とかをきれいに剃ってくれるかどうかなんですけど、他のものはね、どうだと思いますかね。お店がおしゃれは多分関係ないですし、イケメンかどうかもね、関係ないので、そう、実はこれ顔剃りができるかどうかっていうのが違うんですよね。美容師も理容師も国家資格って書いてあります。つまり、美容師さんも理容師さんも国の試験を受けて仕事をしていますね。でも、顔剃りができるのは理容師だけですって書いてありますね。男性の方はね、髭をきれいに取ってもらいたい方もいるかもしれませんので、日本へ行った時にね、ぜひ機会があれば、美容室も行ってみてもいいかもしれませんね。はい。じゃあ、他に紹介したいものは、このマンションとアパート、ね、何が違うでしょう？一つ目は、持ち家か賃貸か。持ち家っていうのは自分の家です。賃貸は家を借りることですね。オートロックがあるか。明確な違いはない。明確っていうのは、はっきりしたという意味ですね。築年数が違う。その建物が建てられて、何年ぐらい。築年数が違う。どれでしょう？アパートもマンションもね、賃貸はありますし、オートロックもあるんですよね。で、築年数も多分関係ないと思うので、明確な違いはないですね。はい。ここに書いてあることは、同じ物件、同じマンションの部屋、同じアパートの部屋でも、不動産会社によってマンションと呼ぶかアパートと呼ぶかも違う場合があるそうですね。面白いですよね。正直私もこれをする前は、マンションはエレベーターがあるかな
アパートはなくてとかね、そういうの思ってたんですけど、意外と明確な違いはないみたいですね。じゃあ、次に紹介したいのは、これですね。この漢字は、どちらも卵と読みますね。でも、何が違うでしょう？一つ目は、茹でられているかどうか。茹でるはボイルですね。茹でる。二つ目は、状態によって違う。三つ目、商標によって違う。商標っていうのは、その会社が作ったその商品。商品によって違う。違いはない。さて、どれでしょう？実は、これなんですよね。卵の漢字は、状態によって違うんです。この漢字は、調理される前の状態ですね。殻のある状態。殻っていうのは卵の周りにある硬い部分ね。殻。で、こちらの漢字は、調理された後のものと書いてあります。だから、皆さん日本料理のおでんを食べたことありますか？おでん、ね、たくさんいろいろな具があるんですけど、好きな具は何ですかと聞かれたときに、卵です。って言いたいとき、こちらの漢字使いますね。はい。どうですか？知ってましたか？皆さん。卵の漢字2つあるんですよ。そうですね。他には、あとこれも面白かったんですね。ホットケーキとパンケーキと何が違うでしょう？実はこれ私間違えてしまった問題なんですけど、一つ目はご飯かスイーツかの違い。二つ目は薄さの違い。三つ目は使用する粉の違い。粉、パウダーですね。四つ目は温度の違い。皆さんどれだと思いますか？ホットケーキとパンケーキの違い。私は粉が違うのかなと思ってこれを選んだんですけど、実はご飯かスイーツかの違いだそうですよ。パンケーキは薄くて甘さが控えめ、あまり甘くないということですね。で、ベーコンとかエッグ、スクランブルエッグ、卵とかと一緒に食べることもあるし、だから食事向きですと。で、反対にホットケーキは熱くて甘みがある。だからその上に蜂蜜、ハニーとかメープルシロップをかけて食べるので、スイーツ向きですと書いてありますね。ね、知らなかったですね。これはパンケーキとホットケーキ。パンケーキがね、まさか朝ごはんとか昼ごはんとして食べるものってちょっと考えてなかったので、これは面白いなと思いました。他にもいろいろ紹介したいものありますけど、そうですね。あとは、これはいいかもしれませんね。ベランダとバルコニーは何が違うでしょう？この2つ、わかりますか？皆さん、こういうものはベランダ、バルコニーと言いますね。1つ目は、屋根の有無。有無っていうのは、あるかないかということですね。屋根が
あるかどうか。2つ目は、日本はベランダ。海外はバルコニー。3つ目は、アパートかマンションか。4つ目は、歩けるスペースの広さが違う。はい。ベランダとバルコニーは違うでしょう。実はこれは、この1つ目ね、屋根があるかどうかなんですね。ベランダは屋根があって歩けるこの屋外のスペースですね。日本では洗濯物とかも干すスペースですよね。バルコニーは屋根がなくて歩ける屋外のスペースって書いてありますね。で、面白いのはここの下の部分にも書いてるところで、バルコニーは手すり、手で持って歩くことができる部分、手すりと言いますね。手すりがついていて、さらに2階以上の高さが必要って書いてあるので、1階にはバルコニーっていうものはないと書いてあります。皆さんの国のマンションとかアパートはベランダついていますか？日本では1階の人もね、ちゃんとベランダがあって、そこで洗濯物を干したり、子供のおもちゃとかを置いたりしていますよね。はい。これもね、一つ私も勉強になったことです。はい。皆さんどうでしたかね？今日は少し何問か紹介しただけなんですけど、他にもね、いろいろ問題があるので、ぜひ、この Nintendo Switch がある方は、このゲームで、ちょっと他のね、問題にも挑戦してみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。